前回作った100均のセリアジェルのカラーとまたまたですねホイップジェルを使ってちょっと立体に楽しんでいくお花のアートご紹介していきたいと思います。それではセリアジェルを調色したちょっと濃いめのスモーキーピンクのカラー塗っていきたいと思います。今回は立体のお花のアートのベースにですね使っていきますので、まずは一層ですね綺麗に塗っていってください。朝食の時にもご紹介をしたんですが、セリアジェルって結構ですねこんな風に少しクリア感が強いので、朝食の時は少し濃いめに作っていただいた方がいいんですが、今ですねこんな風にちょっと透け感があるカラーも人気なので、こういう風になるのを見越してですね濃いめに作っていただくといいと思います。ではそれではここにですねアートしていきますので、未硬化ジェル拭き取ってあげてください。では早速色ジェルのホイップジェルのホワイトのカラーを使ってお花描いていきたいと思います。前にもご紹介をしましたが、本当にですね混ぜた感じがホイップのような感覚なんですが、た時に結構緩みがあるのかなって思うんですけれども、意外にですねタラーンと垂れる感じもなく、綺麗にですね描いたところでとどまってくれるので、すごく便利だと思います。ではまずですね花びら1枚目をですね描いていきます。ちょっと先がですねシュッとした感じのお花にしていきますので、筆の先を使っていただいて、お花の先のシュッとしたところですねをこんな風に描いてあげてください。で花びらはですね割と横がですね広い感じの方がかっこよく見えますので、横広にしていただくといいかなと思います。こんな感じの大きさで花びらにしていくんですが、今回はちょっと立体にですねこのホイップジェルを使って仕上げていきますので、まず1段目はこれくらいの薄さで描いていきます。で2段目で少し膨らみをつけていきますので、1段目はですねこれくらいの薄さにしていくんですが、ところどころですねこの刷毛を利用筆の刷毛をですね利用していただいて、薄いところ濃いところという風にですね表現していただいた方がちょっとリアルな感じに表現できると思います。で斜め向かいにもですね同じように描いていくんですが、今回は下のお花とちょっと逆になるような感じで、下が2枚のお花を描いたので、上はですねちょっと1枚という風にしていただくとバランスよく描いていくことができると思います。では続いてピンクのカラーで花びらに色付けをしていきます。朝食の時にピンクのカラーにですねクリアジェルを入れてグラデーションにも使いやすいカラーにしていったので、割と馴染みがいいと思うんですが、まずはこんな風にですねピンクのカラーを入れたいなという風にっていうところにですねこんな風に入れていただいて、筆からですねカラーをパレットで取り除いていただいてから、その境目をですねトントン叩くようなイメージでやっていただくといい感じにですねボケてくると思います。で結構範囲はですね白を少し残すぐらいの感覚で、これくらいの幅でですね結構幅広に入れていただくと1枚目はいいと思います。花びらを重ねていくときは1段目の花びらのこの色付けをですね少し幅広にしておかないと、重なった時にですねこのピンクが出てこなくなりますので、1枚目の時はこれくらいのですね幅でやっていただくといいと思います。続いて中心にですね焦げ茶のカラーも入れていきます。花びらに色付けをしたピンクのカラーをですねまたちょっと濃いめに入れて、中心にですね入れていただいても結構奥行き感がですね出てくると思うんですが、茶色のこの焦げ茶のカラーをですね入れていただくことによって、よりですねちょっと立体になってくるのと奥行きもですね増してきますので、ちょっと立体感を出したいときはですね焦げ茶のカラーを中心に入れていただくとかっこよく決まってくると思います。続いて筆をですね細筆に変えていただいて、同じホイップジェルのこの白を使ってこの花びらの周りにですねちょっと外線みたいな感じで花びらの輪郭を描いていきます。今描いていっているお花はですねまず1段目そして2段目で膨らみ立体感をですね出していくんですが、パッと見た時にですねお花が何枚も重なっているような感じもですねこうやって縁取りをすることによって表現ができてきますので、こんな風にちょっとですねアンティークっぽく仕上げていきたいので、花びらのこの中心のところから太いラインから細くみたいな感じでですね描いていただくとちょっとリアルな感じになってくると思います。そしてお花の中心のところにですねめしべとおしべみたいなイメージでですねちょっと大きめのドット、小さめのドットという風にランダムに描いていただいて、そのドットからですね線を伸びるような感じでピッピッと引いていただくと、可愛らしいお花からちょっとかっこいいお花にですね表現できると思います。そしてこの位置にですね2段目の立体の花びらを付け加えていきますので、そのですね
外線もですねあらかじめこんな風に入れておいてください。いいねと思ったらいいねボタンをお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。これだけですごくですね素敵に仕上がってきたんですが、ここにさらにですねトップジェルで仕上げた後に立体にですね仕上げていきたいと思います。まずは通常通りですねトップジェルコーティングしていってください。先日質問があったんですが、このトップジェルをコーティングしていく量なんですが、私のこの爪の大きさ長さでこれくらいの量をコーティングしていくんですが、もちろん爪のこの長さと大きさですねによってジェルの量を調整していただかないといけないので、小さめの爪でちょっと長さもですね短いといった時に私と同じ量をですねコーティングしてしまいますとすごくぼってりしてしまいますので、爪の長さ大きさに合わせてジェルの量を調整してあげてください。ではですね、効果が終わったら未効果ジェル拭き取って形まで整えていただいた後、ここでですねこの表面をマット仕上げにしていきたいと思います。マット仕上げにしていただくとよりですね立体感が強調されてきますので、立体をですね結構出していきたいなっていった時にはマット仕上げにしていただくといいと思います。では早速立体のですね2段目の花びら描いていきたいと思います。同じようにですねホイップジェルを使っていくんですが、筆はですねグラデーションとかに使っていくちょっと太めの筆を使っていただくといいです。そして1段目の花びらよりですね少し多めにジェルを取っていただいて、1枚目の花びらと同じようにですね花びらの先からですねこの筆の先を利用して花びらを描いていきます。でこの時もちょっと横広にですね花びらしていただくといいんですが、だいたいこれくらいの大きさで描いていただいたらもう一度ですねジェルを取っていただいて少し本当に膨らみが出るようにですね多めに量を取っていただいて、この筆のこのハケを利用していただいて波を打たせるような感じでですね立体に表現していけるといいです。このホイップジェル割とアイシングジェルとかと似ているんですけれども、もちろんアイシングジェルの方がこの波打つ感じとか筆跡がですねつきやすいとは思うんですが、ホイップジェルでもですね十分筆跡のような膨らみは出していけますので、多めに取っていただいてこの筆の圧をですね利用して凹凸感ですねつけてあげるといいと思います。そして1枚目の花びらと同じようにですねここにもピンクのカラーでですね色付けをしていきます。でこの2段目の花びらのこの色付けに関しては1段目ほどですねこのピンクのカラーをですね幅広に入れてしまうと白の間隔がですね少なくなってしまいますので、2段目に関してはちょっと少なめに、そして少し薄めにですね入れていただくといいと思います。まず中心ら辺にですねピンクのジェル入れていただいて、でそこから筆でですね伸ばすような感じでぼかしてあげるといいと思います。同じように焦げ茶のカラーも入れていきます。この焦げ茶のカラーもですねこの、中心に向かうこのシュッとしたところにですね少し入れていただくだけで十分ですね奥行き感が出てくると思います。そして同じようにですねまたホイップジェルを使っていただいて、真ん中のところにですねおしべとかめしべみたいなイメージでドットを描いていただいて、そこから、線をですねこのように引っ張るように描いていただくとリアルに表現がしていけると思います。こういったお花は細かなアートをしていくわけではないので、本当に順番にですね重ねていきつつポイントであるめしべだったりとかおしべ、あとはですねちょっと外線のような感じのものをですね入れていただくだけで本当に立体にリアルに表現していけると思いますので、ぜひやってみてください。そしてですねこの立体のお花の花びらのところにですね後からこのマットコートをですね塗っていきます。これ塗っていくときにハケ、そのままのハケを使うのではなく筆でですね使っていただくと塗りやすいと思います。この立体にしたところだけをですね塗っていってください。艶ありのものでも素敵なんですけれども、やっぱりマット仕上げにしていただいた方が立体がですねより強調できるので、マット仕上げにしていただくといいかなと思います。そして最後ですねキューティクルオイル塗っていただいて完成になります。同じようにですね3D のパウダーを使っていただくともちろんですね立体に表現していけるんですが、なかなか 3D ってですねやっぱり難しかったりとか失敗が効かないので、そういった時にですねこのホイップジェルすごく便利だと思いますので、3D ほどの立体感ではないんですけれども、中に色付けをしていただいたりとかしていただくだけでこんな風に立体に表現していけますので、ぜひ挑戦していただくといいと思います。意外に本当にですねそんなに難しくないので結構簡単に作っていけると思います。お花もいろいろな種類で楽しんでいけると思いますので、これから春ですねいろいろなお花楽しんでいけたらいいなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。
3D を使わなくてもお花を立体に楽しんでいける方法としてご紹介させていただきました。色合いを変えていろいろと楽しんでみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。我が家のちび息子、本当に最近よく動くようになってきたのと、ちょっとですね、意思が出てきたのか、おてんばした娘と結構いいコンビになってきているんですけれども、この時もおてんばした娘がリカちゃん人形で遊んでいたら、今まではこんな動くことがなかったので邪魔されることなかったんですけれども、こっちに近寄ってきては、この時は冷蔵庫を自分のものにしたかったみたいで、冷蔵庫を倒して自分のとこに持っていくんですが、それをおてんばした娘がダメ返してみたいな感じで引っ張ると、ものすごく泣くんです。泣くのでまたその冷蔵庫を戻してあげるとまたにっこり。なんだかおてんばした娘がちび息子にちょっとおちょくられてるような感じがして、すごく面白かったです。本当にやたらとおてんばした娘が遊んでいるところに近寄ってきてはいろんなものを手に取って邪魔をするんですけれども、一緒に遊びたいちび息子と邪魔をされたくないおてんばした娘、まだまだこれからヒートアップしそうですよね。続いて先日我が家のパパが旦那が誕生日だったんですけれども、以前の私の誕生日に引き続き上娘がケーキを買ってきてくれたんですが、我が家では前にもお話ししたことがあるんですが、旦那に対する呼び方が、子供たち全員パパではなく名前で呼ぶんです。私には何の問題もなくママと呼んでいるので、ママというプレートだったんですけれども、さすがに上娘パパをですね名前で書いてもらうのが恥ずかしかったみたいで、なんだか我が家では気持ちが悪いんですが、パパというプレートになっていたんです。前にもお話ししていたように、本当に我が家では名前で呼ぶのが普通なんですが、ちょっと外に出るとこんな風にちょっと恥ずかしいことがあるんですよね。そしてまたいつものごとくろうそくの火を消すのはおてんばした娘と中娘の競争。私の時もそうでしたが主役は消せないんです。そしてさらにおてんばした娘はケーキの生クリームが大好きで、前まではちゃんとスポンジもですねしっかり食べていたんですけれども、今回なんとスポンジだけきれいに残して生クリームをすべて食べてありました。こんなスポンジだけの食べ残しありますか？ほんとおてんばした娘らしいんですが、ちゃんとバランスよくスポンジも食べてもらいたいものです。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。